皆さんこんにちは。1000X 坪地和夫と申します。これから日本ロック史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただけると分かると思います。第14回1979年は原始というテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。1979年は山下達郎さんがムーングローというアルバムをリリースした年です。このアルバムは Air というレーベル発足時の最初のリリースなんですが、この Air は RCA 傘下にあり、主に山下達郎さんと門松俊樹さんの作品をリリースしていることでよく知られていますが、後には初期のビーズなどの作品もリリースすることになりますので、日本における大衆音楽の歴史においては非常に重要なレベルだと言えます。そしてこの作品に参加したミュージシャンたち、例えば佐藤宏さんや村上修一さんなども後の日本の大衆音楽を方向づけていく方たちなんですね。山下達郎さんの音楽の特徴はアメリカ音楽からの強い影響です。ドゥーアップからの影響は直接的に多重録音のコーラスなどに生かされていますが、ほとんど変質的なリズムの解析や研究によってロックやファンク、ソウルといった特に黒人音楽の洗練されたリズムの上に難なく日本語を乗せることに成功しています。こうした山下さんの狂気にも近い黒人音楽への偏愛は、その後の日本の大衆音楽に多大な影響を与えることになります。その歌詞の面でも山下さんや後にこの山下さんと結婚される竹内まりやさんなどの曲では、同じ楽曲で日本語と英語が併用され、それは不思議なスタンダードとして定着していくことになります。山下さんの最初のメジャーな作品は大貫妙子さんらと結成したシュガーベイブに遡りますが、このバンドのアルバムソングスをプロデュースしたのが大滝栄一さんです。大滝さんは言うまでもなくハッピーエンドの結成メンバーですが、ハッピーエンドのキャリアの最後に発表されたシングルがさよならアメリカ、さよなら日本です。この曲がアメリカで録音された際、乱入してきたバンダイク・パークスさんがアレンジしたことはよく知られていますが、そのウォール・オブ・サウンドと呼ばれるアレンジは後に大滝さんのレーベルナイアガラの作品などで大いに発揮されるわけです。大滝さんもまた山下さんと同様に変質的にポップス、特にアメリカンポップスの研究や解析を進めた方なんですね。それではなぜ両者がこれほどまでにアメリカンポップスに執着したのか。これは私の想像でしかありませんが、西洋の特にアメリカのポップスを初めて聞いた時の衝撃の強さにあると思います。そこで想像される人々の豊かな暮らしというものを確かにウォール・オブ・サウンドは体現している部分があると思います。例えばフィル・スペクターさんの仕事で A Christmas Album with Wall of Sound や、少し変わったところでラモーンズのアルバム End of Century の冒頭で聞かれるラジオアナウンスのサンプリングなどは、我々日本人が持っている普遍的なアメリカ像というものを想起させます。そうしたイメージはある種豊かさの象徴だったんですね。私が調べたところでは大滝さんも山下さんもとりわけ豊かな少年時代を過ごしたわけではありません。その上で情報だけは溢れている東京という場所で、遠くに見える輝かしい世界としてのアメリカを音楽を通して強烈に焼き付けられたのがこれら両者の共通する点であると思います。大滝さんのバンドハッピーエンドに関してさらに言及すると、現在の評価とは裏腹に非常に困難な状況に見舞われ続けたバンドと言って良いと思います。第4回で言及したように、ロックの歌詞に日本語を載せることに関するいわゆる日本語ロック論争において意識せず批判にさらされたりもしました。さらに日本国内にフォークとロックの対立が存在し、ハッピーエンドがどっちつかずのコウモリと揶揄されたという細野晴臣さんの発言も残っています。さよならアメリカ、さよなら日本はアメリカでのレコーディングとそれに伴う幻滅があり、そうした中でどこにも行けないバンドの閉塞感ややるせなさが記録されていると言って良いと思います。結局この曲が発表された時点でハッピーエンドはすでに解散していますが、大滝さんやその他のメンバーも例えばモップスの星勝さんやハプニングス4の国川内さんのように他ミュージシャンをプロデュースすることになります。そうした流れの中で最も大衆音楽に対して意識的で、その求めるところに合致し商業的に成功した方法が大滝さんや山下さんの持つアメリカンポップスの日本的な肝骨打体と言えるでしょう。アメリカンポップス、特にソウルミュージックやリズム&ブルースのようないわゆる黒人音楽というものの非常に洗練された音楽性の背後にあるものについて多く語るのは今回は難しいですが、一つ言及しておけばミンストレルショーという白人が顔などを黒く塗って黒人に仮装して行うショーがかつて人気を博しました。そうした表現はステレオタイプな黒人の表現の助長とする人種差別としての批判からなくなっていきますが、そうした階級差に意識的な表現は残ります。
日本においてもミンストレルショーを模した音楽で人気を博したグループがあります。それがシャネルズ、後のラッツ&スターです。彼らは自分たちの出自を社会の底辺と捉え、そこから這い上がる意志を表現やグループ名に込めており、そのような反骨精神は当時の若者の精神と合致したと言えますし、大滝さんが協力し、ラッツ&スターはアンディ・ウォーホルさんがアルバムカバーを制作するような、いわゆるセレブリティ的な成功を収めました。このようにハッピーエンドの活動によってあらわになった異邦人としての自らのアイデンティティを幻滅する以前の存在しない憧れのアメリカとして照射し続けたのが大滝さんの活動の大きな部分を占めていると私は考えています。さらに言えばハッピーエンドの中でも大滝さんだけは岩手県という地方出身者なわけで、強烈な反骨精神は隠しながら職人的に音楽を作り続けたのはひとえに生活のためもあるだろうと思いますし、大滝さんの気質もあるでしょう。この時期の大滝さんの音楽はその品質によって日本の大衆音楽の世界でミュージシャンというものがいかにして生きていくか、安定収入を得る方法を確立しつつ、その芸術性は細部に宿らせたという点で非常に稀有な存在だと言えるでしょう。そしてその変質的な仕事は日本にもアメリカにも幻滅した異邦人としての個人の危機感に立脚していると考えるのはうがちすぎではないと思います。山下達郎さんに話を戻しましょう。山下さんはアマチュア時代に作成した「Add Some Music to Your Day」という自主制作のレコードから自身のキャリアが始まったとおっしゃっています。実際に作品になったものを聞いた人間によって音楽上の人間関係が広がったと本人も語っています。現在は様々な媒体で自分の作品を発表することができますが、当時不特定多数に訴求するためにはレコードを制作することで自身の能力を他人に分かってもらう以外には方法はなかったでしょう。なぜ山下さんが非常に意識的にリズムの解析に進んだかについて示唆的な文章をたまたま見つけました。高橋裕二さんがローリングストーンズのアルバムのライナーに寄稿している文章の中で、後打ちのアクセントを伴う8拍や16拍に細かく分割されたリズムの強制的な力は行進曲の4拍のように体を固く緊張した状態にさせないで筋肉をほぐし、しなやかな運動を誘う。ロックはブルースや民謡のようなものからクラシックやインド音楽まで取り入れて、それをロック風に調理してしまう。この音楽が家庭、教育、職業などの抑圧に悩み、安定した場所はどこにもないと感じている中産階級の子供たちの心を捉えたのも当然と言える。山下さんは現代でいうところのインディーズから出発し、大滝さんとの共同制作の後にソロ作品の制作に乗り出します。その際に東京出身者が多くを占めるスタジオミュージシャンたちについて、高い楽器を持ったアッパーミドル出身者が多かったと当時の印象を最近のインタビューで語っています。山下さん自身も東京出身ではあるんですが、必ずしも順調なキャリアではないんですね。裏方のコーラスマンとしてメジャーなレコーディングに参加した後、ソロキャリアをスタートさせるわけですが、その際に手だれのスタジオミュージシャンたちをまとめ上げるには楽曲のクオリティで説得する必要があったと考えられます。いくつも注目すべき作品はありますが、その中でもオン・ザ・ストリート・コーナーという作品は全ての楽曲が山下さんのボーカルの多重録音だけで作られており、その実験精神と思考を体現しています。例えば竹内まりやさんの作品などで現れる日本人が考えるアメリカンポップス的な編曲にはこうしたコーラスが顔を出します。ちなみにオン・ザ・ストリート・コーナーの初版はジャケットの曲順が間違っているので注意しましょう。ですから山下さんも大滝さん同様に初めから環境に恵まれたミュージシャンと違い、非常に反骨心の強い方であると想像できるんですね。これは全ての音楽家に共通していると思いますが、やはり舐めた態度を取ってくる人間に対しては何年かかろうとも地の果てまででも追いかけていって土下座させるくらいの気合が必要だと思います。受けた屈辱は絶対に忘れないことが大切ですね。しかしながら両者ともそうした反骨心は表に出さず、静かに作品を作り続けたのであり、そうした姿勢が例えばサザンオールスターズの成功など80年代の巨大なショービジネス化していく日本の大衆音楽の現像を作り出しました。彼らの作り出した大衆音楽の現像は特にサーフィンなどの開放的な文化と結びつくアメリカ西海岸の景色と重なり、幻のユートピアとしてのアメリカの風景は永井博さんや鈴木英仁さんのレコードカバーなどによって視覚的にも日本の中にだけ作られることになりました。例えばアメリカのシンガーソングライターラリー・ディーさんの1982年の作品マルーンドの日本版のカバーはオリジナルと異なり鈴木英仁さんが手掛けていますが、そのカバーだけ見れば山下達郎さんの作品と区別がつかないでしょう。ここから読み取れるのは第7回 B で言及した
雑種文化的な現象、日本に流入したアメリカ文化のイメージが強烈に日本化されることによって理想化され、共同幻想化されて人々に普及していったということでしょう。しかしながら、そうした楽観的で開放的なイメージとは裏腹に、その普及を担った人々は異邦人として生きるための戦いの中にいたということができると思います。他方、裸のラリーズの優美主義的な精神は聞く人間を選びます。それは例えばリズム一つをとってみても、高橋裕二さんが言うところの筋肉をほぐししなやかな運動を誘う機能は持っていないからです。ここに芸術としてのロック音楽の難しさがあり、例えば芸術としての絵画であればそれを少ない人数にでも販売することで生計を立てることができますが、作品を発表しないのであればコンサートの活動が収入源になり、その場合集客数がそのまま収入になります。大衆が豊かになって力を持つようになった時代に、大衆によらず音楽を続けていくことは困難を極めたと思います。これは持ち合わせた幻想の力、裸のラリーズにとっては優美主義的な幻想のヨーロッパと、大滝さんや山下さんにとっての豊かさの象徴としての幻想のアメリカの対立と捉えることもできると思いますし、その大衆性によって後者がヘゲモニーを握るのは必然だったと思います。1979年原始でした。今回はほとんど裸のラリーズについて言及できませんでしたが、この時期はすでにベーシストの楢崎宏さんが脱退し、音楽的には77年を踏襲しつつ模索段階にあります。この時期の日本では大滝栄一さんや山下達郎さんなどの活躍によってクロスオーバー的な音楽の上に日本語と英語が同時に乗るという非常に複雑な構造の音楽が大衆に自然な形で受け入れられていった時期でした。近年では彼らや竹内まりやさん、松原美樹さんなどの作品がインターネットに端を発して世界的にフラットに受け入れられるという現象が起こっていますが、ラッツ&スターに代表されるような階級闘争としての側面と反骨精神を無視して消費するだけなら、山野はじめさんのインド汁という作品から引用するところの口の周りにケチャップを塗ったくってハンバーガーだのホットドッグだのにむしゃぶりついていることと同じでしょう。次回1980年はスピードというテーマで語っていきたいと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると大変に励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。坪内和夫でした。